厳選クラシックチャンネルです。いつもご視聴、コメント、高評価をありがとうございます。今日はロマン派音楽の歴史についてお話しします。ロマン派時代のヨーロッパでは、理性や合理性を重要視する啓蒙主義が広まり、産業革命や市民革命が起こっていました。この現実的で合理的な時代の流れの反動として生まれたのがロマン主義です。ロマン主義、ロマン派という言葉は、ロマンスが由来の言葉です。現実的で合理的な時代だからこそ、人々は空想的で非現実的な美しい世界を求めたのかもしれません。多くのロマン派音楽には、愛や悲しみ、憧れや嫉妬のような個人的で人間的な感情や、神話や夢などの非現実の世界を扱った作品が多く見られます。この動画では、ロマン派音楽の特徴は何か、ロマン派時代の主要な作曲家は誰か、ロマン派音楽がどう発展していったのかについてまとめています。ぜひ最後までご覧ください。ロマン派の一つ前の古典派の時代に音楽の中心はブルジョワ層に広がりました。モーツァルトやベートーベンはそれまでの王侯貴族に使えるスタイルをやめ、フリーランスの音楽家として大衆に向けた音楽を作り始めました。このロマン派ではその流れが加速します。中産階級の家庭でも徐々にオペラ劇場やコンサートに行ったり、楽器を買って音楽を習うようになります。昔は門外不出、王室御用達だった音楽が、現代の高級デパートのように市民でも頑張れば手が届くものに変わっていったんですね。主人を持たず大衆に向けた音楽を作るということは、つまり売れるかどうかわからない音楽を作るということです。人気者の音楽家と売れない音楽家の差は顕著になり、売れるために音楽家たちは個性を磨き始めます。こうしてロマン派は個性ひしめく群雄割拠、百花繚乱の時代に入ります。そのためロマン派以降の音楽は、この時代はこんな特徴がありますよと体系的に一言でまとめるのが非常に難しくなってきます。この動画ではロマン派音楽の大きな流れをシンプルにご紹介します。そのため正確性に欠ける部分や網羅できない部分も多くありますが、広くざっくりロマン派時代の音楽の大枠を把握するという具合で見ていただけたら嬉しいです。ちなみにこのロマン派はさらに4つの時代に分類されます。この動画ではこのロマン派4つの時代のうち3つまで、初期ロマン派から後期ロマン派までの器楽曲をメインにお話ししていきます。1800年前後はヨーロッパは騒乱の時代でした。市民革命が起こったと思えば、また独裁や帝政が復活する。これを繰り返していました。この動乱を鎮めるべく開催されたのがウィーン会議です。このウィーン会議を通じて自由主義やナショナリズムの運動は弾圧の方向に向かいます。音楽で言うとフランスのラ・マルセイエーズのような革命的な国歌も禁止されました。検閲制度も強化され、例えばオペラの台本なども政治的なメッセージを感じさせるものは改訂させられました。この保守的な体制のことをウィーン体制と呼びます。ウィーンといえば古典派三大レジェンドのハイドン、モーツァルト、ベートーベンが活躍した都市です。彼らの後、初期ロマン派の時代にこのウィーンで活躍した作曲家といえばフランツ・シューベルトです。市民が自ら音楽を楽しむようになった時代、シューベルトは仲間内での音楽会を頻繁に行いました。シューベルトの音楽史上の功績は歌曲でロマン派音楽の幕開けを担ったことです。シューベルトの作る音楽はとても魅力的でロマンチックなメロディーとその分かりやすさが特徴です。今流れているこの曲もとても歌いやすいメロディーで子供の頃に歌われた方も多いかもしれません。また歌曲だけではなく器楽曲でも古典派の形式を重んじながらも深い情緒を感じさせる作品を多数残しています。代表的な2曲をお聴きいただきたいと思います。まずは交響曲です。もう一つ弦楽四重奏曲もお聴きください。
いかがでしょうか。ロマン派の時代には音楽家の当たり前も変化します。古典派までの音楽家は何でもできるオールラウンダーでした。バッハもモーツァルトも他の追随を許さない圧倒的な演奏技術を持ち、作曲でもほぼ全てのジャンルに傑作を残しています。どこから見ても超一流というのが優れた音楽家の前提条件のようなものでした。しかしロマン派、特に世紀ロマン派以降はオールラウンダーよりも個性が重宝される時代になります。多くの人が専門知識なしに音楽を聴くという中で、理論的な正しさや美しさという既成概念が徐々に薄れ、個人の主観による音楽の好き嫌いがより重視されるようになりました。音楽を楽しむ人の総数も増加し、音楽のニーズもますます多様化していきました。また音楽を聴く側だけではなく、音楽を作り演奏する側の人口も増えたため、ロマン派の音楽家たちは周りの音楽家との差別化を図り、個性を発揮して自分の得意分野で勝負し始めたとも言えます。有名なのはポーランド出身でパリを中心に活躍した音楽家フレデリック・ショパンです。ショパンの曲はほとんどがピアノの独奏曲で、それ以外の曲でも必ずピアノが入っています。ショパンのピアノ曲のタイトルにはバラードやワルツ、ノクターンなど音楽のジャンルを示す言葉がよく使われています。ショパンはこのピアノ曲の各ジャンルの特徴をうまく見極め、その独特の気分やイメージをピアノで自在に表現していました。このように得意分野を極めることは、その分野の音楽の発展にもつながり、それがロマン派音楽の色鮮やかさを生み出す一因になっているのだと思います。また世紀ロマン派では内面的な情緒を音楽で表現する詩的表現が盛んになります。代表的な作曲家はドイツの音楽家ロベルト・シューマンです。シューマンの作品は良い意味で作り込まれていない情緒をそのまま切り出したかのような魅力があります。人々がどんな音楽に美しさを感じるかは時代とともに変わってきました。中世では神にふさわしい音楽、ルネサンスでは金星と調和、バロックでは重みや豪華さ、古典派は構成美、形式美、そしてこのロマン派音楽の美しさの一つが個人的で主観的な情緒です。シューマンと同じくドイツ出身の音楽家フェリックス・メンデルスゾーンもこの詩的表現に優れた作曲家として知られています。特にこの世紀ロマン派では個人の感情を主観的に表現する作品がたくさん生まれています。市民が音楽を聴くようになると、受けのいい音楽も変わってきました。これまでは専門的な音楽の知識を持つ王侯貴族が満足できる、深く味わい、探求し、その真意に感銘を受ける音楽を追求していました。しかし専門知識のない市民も聴衆となったロマン派では、聴いた人が感覚的に一瞬で衝撃を受けるような驚きがあって分かりやすい音楽が受けるようになります。驚きと分かりやすさの代表的なものが迫力です。ベートーベンの頃から徐々にではありますが、迫力を出すために大編成のオーケストラで音量の変化を見せる音楽が増えます。この世紀ロマン派でオーケストラの編成を大きくしていった代表的な作曲家はエクトル・ベルリオーズです。ベルリオーズは近代管弦楽法の父と呼ばれるほどオーケストレーションに優れていました。代表作の幻想交響曲では雷鳴を表現するためにティンパニを4台入れたり、交響曲にこれまでは使われていなかった数々の楽器を取り入れたりと、オーケストラを大規模にして音楽を立体的に見せました。
衝撃的な音楽の追求はオーケストラだけではありませんでした。一人一人の演奏技術もしかりです。常人離れをした卓越した技術を持つ超絶技巧の演奏家のことをビルトゥオーソと言います。この世紀ロマン派ではビルトゥオーソブームと言っても過言ではないほど超絶技巧の競い合いがありました。どの音楽家も衝撃的な演奏技術で聴衆を引きつけようとしたのです。このビルトゥオーソブームの火付け役と言われるのがイタリア出身のバイオリニストで作曲家のニコロ・パガニーニです。パガニーニはあまりにも人間離れしたテクニックを持っていたので、当時悪魔に魂を売って演奏技術を手に入れたという噂が本気で信じられていたそうです。パガニーニは聴衆だけではなく音楽家にも大きな衝撃と影響を与えました。例えばシューベルトはパガニーニのウィーンコンサートにどうしても行きたくて高額のチケットを手に入れるために家財道具まで売り払ったと言われています。シューベルトが聴いたパガニーニの曲がこちらです。パガニーニは技術面で人々を驚かせるだけではなく、その効果を絶大に高めるために様々な工夫を凝らしていました。例えば自分のテクニックに興味関心を集め続けるために演奏技術に関する情報が一切漏れないように気を配っていました。弟子もほとんど取らず、自作の曲もほぼ出版しないどころか、亡くなる直前には大半を燃やしてしまったそうです。自分のコンサートの伴奏するオーケストラに対しても直前までは楽譜を渡さず本番後には全て回収するという徹底っぷりでした。他にもコンサートの演出にもこだわっていました。語り継がれる逸話として有名なのはわざと演奏中に弦が切れる演出をしたという話です。一本ずつ弦が切れていき最終的には残った一本の弦だけで見事難曲を弾き切ったと言われています。どこまでが真実かはわかりませんが、こういう話が残るほど、この世紀ロマン派の時代には、テクニックを見せる演奏に大きな価値があったことが伺い知れます。この見せる演奏が最ももてはやされたのが、花の都パリの社交界です。フランス・パリは演奏活動と楽譜出版の中心地でした。世紀ロマン派では音楽の一等地パリで成功することが音楽家としての成功と同義のようなものでした。パリのサロンで評判の高い音楽家にはパトロンがつき、曲の出版や演奏会の開催につながります。これに最も成功したと言えるのが、ピアノのビルトゥオーソ、フランツ・リストでしょう。リストはハンガリー王国出身の音楽家で、ドイツ、オーストリアでも活躍していましたが、パリの社交界でも超有名人でアイドル的な人気を博していました。リストはその演奏技術だけではなく、上流階級の女性たちと数々の浮名を流したことでも注目され、この時代の音楽界の中心人物として君臨しました。ちなみにこのリストもパガニーニから大きな影響を受けた一人です。パガニーニの演奏を聴き、私はピアノのパガニーニになると技巧重視の曲を作曲し始めます。リストもパガニーニ同様に演奏中の演出にこだわりました。その一つがリサイタルです。この時代までの演奏会といえば複数の人々で開催されるものでした。しかしリストの始めたリサイタルはメインの演奏家がただ一人、主役一人の演奏会です。さらにピアノを演奏する向きも固定しました。今では当たり前ですが、ピアノを演奏するときに聴衆から見て左側に座って演奏するというのもリストが始めたスタイルだと言われています。ちなみに初期ロマン派のシューベルトのように音楽家仲間や友人と自宅で演奏する私的なサロンを好んだのがフレデリック・ショパンです。ショパンもピアノのビルトオーソとして有名です。
こうしたサロンや自宅演奏会などで披露するには長大な音楽は向いていません。サロン映えするような短い曲、性格的商品がたくさん作られました。時代に受けるように音楽を発展させていったのは作曲家や演奏家だけではありません。楽器制作者も重要な役割を果たしています。より大きな音が出せるように、より高度な技術に耐えられるように、より繊細かつダイナミックに表現できるように、楽器には様々な改良がなされました。ピアノもその一例です。皆さんはピアノの鍵盤の数をご存知でしょうか？現在のピアノの鍵盤の数は88件あります。しかし今から300年前、ピアノが誕生した頃には、鍵盤の数はなんと54件しかありませんでした。しかし徐々に数が増え、この世紀ロマン派の時代にはすでに82件まで増えています。ピアノの弦も強度を増し、ハンマーにも改良が重ねられて、この時代のビルトゥオーソたちの演奏を支えたのです。ビルトゥオーソたちがもてはやされるようになったことで、また別の種類の楽曲も生まれました。それが練習曲です。ロマン派以前にも練習曲のようなものはあったのですが、それは音楽の道を志す人に向けた教育的意図の強い曲でした。一方でロマン派時代に作られた練習曲は演奏技術を高める訓練のための曲です。スポーツでいうところの筋トレや走り込み、シュートやパスの練習のような基礎的なトレーニングメニューのようなものです。ピアノ演奏者には馴染みの深いセルニーやバイエル、ブルグミュラーもまさにこの初期ロマン派から世紀ロマン派で活躍した作曲家です。練習曲の中でもショパンの練習曲エチュードは単純な指の体操にとどまらず非常に芸術性が高いことで有名です。今流れているこの曲もエチュードですが、日本では別れの曲と呼ばれ、ショパンの代表曲として愛されています。ここまで音楽が大衆化したことで受ける音楽が変わり、そのための楽曲や演奏、演出、楽器が生まれたという話をしてきました。ここでもう一つ音楽の大衆化がもたらしたものをご紹介します。それが音楽評論です。音楽の知識が少ない大衆に対して、良い音楽は何なのかをガイドすることが求められ始めたのです。現代でも様々なジャンルの音楽雑誌で新曲に関する記事が書かれているのと同じように、この時代にも音楽雑誌がありました。この音楽評論というのは音楽家たちの副業でもありました。当時有名だったのはシューマンやベルリオーズです。特に文学青年でもあったシューマンは、自ら新音楽時報、音楽新報という音楽雑誌を創刊しました。シューマンが創刊した新音楽時報は、ドイツで最も権威ある音楽雑誌として、なんと現代まで刊行され続けています。そして彼ら音楽評論家たちは、当時の新曲だけではなく、過去の音楽も評価し始めます。ベルリオーズはベートーベンの偉大さを何度も語り、シューマンはシューベルトの交響曲グレートを発見し、メンデルスゾーンは忘れられていたバッハのマタイ受難曲を100年ぶりの復活演奏しました。こうして音楽評論が優れた音楽を残し伝えるということにつながっていったのも世紀ロマン派の時代のことです。それまで特に前古典派までの音楽は機械音楽がほとんどでした。機械音楽というのは冠婚葬祭や晩餐会など行事のために作られる曲です。少し乱暴に言うと使い捨ての音楽だったんですね。世紀ロマン派では良い音楽は名作として保存し、長きにわたって愛していくものになったんですね。古典的な名作を楽しむという文化は、それらの曲を正しい音で蘇らせることを目指し始めました。プロの中でもとりわけ演奏レベルの高い演奏家たちでできたオーケストラ、専用のコンサートホールなどの需要が高まっていったのです。オーストリアにあり、現在も世界最高峰の楽団として知られるウィーンフィルハーモニー管弦楽団も、この世紀ロマン派の時代に誕生しています。ウィーンで傑作を生み出した巨匠ベートーベンの音楽を再現しようという有力者のニーズを受け、1842年にウィーンの宮廷歌劇場ケルントナートワ劇場の楽長が演奏会を開催しました。そこに参加したのは劇場のプロの演奏家たち全員でした。
当時のウィーンでは毎回違うメンバーが集められアンサンブルをする即席に近い形が主流でした。プロ意識を持つ全メンバーが一体となったこの演奏会は大成功を収め、この演奏会をもって今日のウィーンフィルが誕生したと定義されています。このウィーンフィルのような形で、この時期ヨーロッパ各地ではプロのオーケストラや指揮者、劇場やコンサートホールの需要が高まっていったのです。名作を次世代につなぐということに一役買ったのが音楽学校です。これまでの音楽学校は、教会や孤児院で教えるものが一般的でしたが、ロマン派時代のヨーロッパ各地には、市民が自分の意思で音楽を学ぶための近代的な音楽学校が設立されます。少し前の時代の作曲家のことを考えてみると、シュテファン大聖堂の聖歌隊員だったハイドン、宮廷音楽家の父との演奏旅行で各地の音楽家から学んだモーツァルト、宮廷歌手の父にスパルタ教育を受けたベートーベン、教会の聖歌隊や神学校のコーラス隊にいたシューベルト。彼らは皆教会や家族から学び、学校で音楽を学んだわけではありませんでした。しかし正規ロマン派の作曲家たちを見ると、例えばショパンはワルシャワ音楽院の出身で、リストはウィーン音楽院で学び、さらにその後は入学には至りませんでしたが、パリ音楽院での学びを希望していました。多くのプロの音楽家たちが音楽学校で学ぶようになってきたのです。またメンデルスゾーンはライプチヒ音楽院の設立に貢献し、第一線で活躍する音楽家たちが音楽学校を創設したり支援することも盛んになりました。こうした音楽院の設立は作曲をしない演奏専門の音楽家たちの地位を向上させることにもつながりました。今では当たり前のピアニストやバイオリニストのような演奏専門の音楽家というのはこの時代まであまりいなかったんですね。使い捨ての機械音楽が基本だった全古典派までは、演奏というのは自分の作った曲を披露することだったのです。しかし音楽学校では、ピアノ科やバイオリン科のように演奏技術を学ぶ課程や科目がありました。そこでは専門の楽器を極めようとする学生たちが過去の名作を学び演奏していました。この音楽学校の設立は後期ロマン派に入っても続いていきます。後期ロマン派ではもはや音楽はその場で使い捨てられるものではなく後世に残るレパートリーとして完全に確立していました。演奏会でも1曲目は自分の新作、2曲目は巨匠ベートーベンの交響曲というプログラムなども頻繁にあったんですね。そうすると自然と音楽家たちは過去の巨匠たちと比べても遜色ない音楽を作りたいと思うようになります。正規ロマン派の音楽家たちはバッハやベートーベンら名だたる過去の巨匠たちの名作をお手本にし咀嚼し、そして自分の思う音楽の美を追求してきました。後期ロマン派の時代に入ると、そうした中で似通った考えの人々同士が集まり、逆に異なる考えを持つ者を批判していくような、いわゆる派閥が生まれます。この派閥はしばしば二極化の対立構造を生みました。代表的な対立が芸術家娯楽家という対立です。音楽を芸術として崇める方向性を持ったのがドイツ語圏でした。17世紀前半の30年戦争をきっかけにドイツ、オーストリアは小国分立し、音楽的には後進国でした。しかし古典派の時代にハイドン、モーツァルト、ベートーベンという古典派三大レジェンドが誕生し、初期ロマン派ではシューベルトも誕生します。そして正規ロマン派の時代にはメンデルスゾーンによってバッハという大巨匠が再発見されています。小国分立しアイデンティティを失いかけていたドイツはこの時期統一に向けてナショナリズムが高揚していました。ドイツの人々にとって名だたる巨匠たちを輩出した国であるという事実は、ドイツ音楽は高尚な音楽なのだという自尊心として宿りました。こうしてドイツの音楽は宗教的で哲学的、内省的で崇高な音楽という道をたどります。一方、音楽を娯楽として楽しむ風潮の強かったのはイタリアやフランスでした。サロンでは商品が軽やかに演奏され、明るく愉快な恋愛オペラや痛快なオペレッタが盛んでした。ちなみにドイツ語圏であるウィーンでも優雅なウィンナーワルツが大流行していました。今流れているのはウィンナーワルツの代表的な作曲家ヨハン・シュトラウス2世の曲です。
浮遊感を持ったこのダンス音楽はヨーロッパ中で愛され、ウィーンでは市民の半数にあたるおよそ20万人が踊ったとも言われています。ドイツ音楽を崇拝する人々は、こうしたイタリアやフランスの音楽や流行のオペレッタやウィンナワルツを大衆に迎合した軽薄な音楽だと批判し、逆にイタリア音楽やフランス音楽を愛する人々は、ドイツ音楽を堅苦しく面白みのない音楽として揶揄したのです。もちろん全員がそうというわけではありませんでした。例えばフランスの作曲家カミーユ・サン・サーンスはドイツ語圏のように形式を重んじた音楽をフランスでもやろうとしました。フランスは1870年に始まった不仏戦争でドイツに敗れ、フランス国民としての誇りに飢えていました。そんなタイミングでサン・サンスはフランスに国民音楽協会を設立し、フランス独自の古典音楽復興を目指したのです。サン・サンスの音楽はそうした洗練された古典的な形式美とフランスらしい端正さや華麗さを併せ持つ絶妙なバランスの音楽です。もう一つの代表的な対立が、表題音楽か絶対音楽かという対立です。表題音楽とはそのまま言うとタイトルのついた音楽という意味です。表題音楽を確立したのは世紀ロマン派のベルリオーズでした。ベルリオーズの代表的な作品、幻想交響曲を例に、表題音楽とは具体的にどのようなものなのかをご紹介しましょう。幻想交響曲の各楽章ではこのようにタイトルや表題が付けられています。そして楽曲の冒頭でもこんな説明文がついています。作曲家自身がこの曲はこういう内容の音楽なんですよと説明しているんですね。この後期ロマン派に入ると、世紀ロマン派でベルリオーズが確立した表題音楽が2人の音楽家によって究極系になります。一人は器楽曲として究極の表題音楽を完成させたリストです。リストはベルリオーズと同世代なんですが、この後期ロマン派でも活躍し続け、交響詩というジャンルを確立しました。交響詩とは文学的、絵画的な内容を表現した管弦楽曲のことです。もう一人がドイツの作曲家リヒャルト・ワーグナーです。ワーグナーは未来音楽を提唱し、楽劇というジャンルを確立しました。楽劇は音楽と劇の融合を図ったもので、ざっくり言うとオペラの一つの形式です。こちらは次のオペラ編で詳しく話します。このワーグナーもリスト同様、当時絶大な人気を誇ったアーティストでした。ワーグナーを神格化する熱烈なファンが多く、そういった人々はワグネリアンと呼ばれていました。この表題音楽に対して打ち出されたのが絶対音楽です。絶対音楽とは、表題音楽のように音楽が別の何かを表現するようなものではなく、音楽は音楽以外の何者でもないというスタンスを取るものです。絶対音楽を端的に表した音楽評論家エドゥアルト・ハンスリックの言葉をご紹介しましょう。音楽は鳴り響きつつ流動する形式である。音楽の美しさとは伝統的な形式であり、構造であり、秩序だという主張です。ウィーン大学の教授でもあり、コンテストの審査員も務めていたハンスリックは非常に影響力のある音楽評論家でした。彼は新聞などを通じて表題音楽や特にその急先鋒であるワーグナーを酷評し続けました。そんな絶対音楽の代表的な作曲家といえば、ハンスリックの親友でもあるドイツの音楽家ヨハネス・ブラームスです。ブラームスの曲は古典派の形式美とロマン派の哀愁の絶妙なバランス、そして手堅いオーケストレーションが魅力です。全体から細部までを考え抜いて計算し尽くして設計されたような美しさが見られます。
ブラームスと同じく絶対音楽の作曲家として名前が挙がることの多いのがオーストリアの作曲家アントン・ブルックナーです。ブルックナーは熱烈なワグネリアンだったため、ハンスリックには酷評され、ブラームスともよく対立をしていました。しかしブルックナーの音楽には時にバッハを彷彿とさせる形式や理論を重視した職人的な色があります。また先ほどご紹介したサン・サーンスも表題音楽も多数書いているのですが、絶対音楽の作曲家としても名前が挙がる人物です。これら絶対音楽の作曲家や評論家の傾向としては、古典配膳の音楽を徹底的に学んでいたり、非常に重要視していたことが挙げられます。ハンスリックは趣味で古典派音楽を研究していましたし、ブラームスはベートーベンを崇拝して自宅に胸像を置くほどでした。ブルックナーの本格的な音楽の学びは教会の古典からでしたし、サン・サーンスは学校卒業までずっとモーツァルトやベートーベン、バッハを叩き込まれていて、バロック音楽の改訂にも携わっています。表題音楽がロマン派の集大成に向かう先進的な動きだとすると、絶対音楽はロマン派の円熟期において古典派音楽を取り戻そうという保守的な動きとも言えます。このクラシック音楽史の動画では、クラシック音楽を18世紀から20世紀初頭のヨーロッパで発達した名作というふうに定義してきました。これまでずっとヨーロッパ音楽の中心地といえば、イタリアやフランス、ドイツやオーストリアの一帯でした。それがこの後期ロマン派では遠方まで広がりを見せます。広がった代表的な国がロシアとアメリカです。後期ロマン派のロシアの代表的な作曲家といえばピョートル・イリーチ・チャイコフスキーです。チャイコフスキーの音楽はドイツロマン派の影響を受けていて、派手なオーケストレーションと甘く美しいメロディー、大胆な感情表現が魅力です。もう一つのアメリカにクラシック音楽を波及させたのはアントニーン・ドボルザークです。ドボルザークはチェコの音楽家ですが、クラシック音楽を交流させるためにスカウトされてアメリカに渡りました。今流れている新世界よりは、ヨーロッパから見た新世界、つまりアメリカより祖国チェコを思って書かれた曲です。それまでヨーロッパの植民地アメリカでクラシック音楽というと、ヨーロッパの作曲家たちを模倣することでした。しかしドボルザークが目指したのはヨーロッパ音楽とアメリカの民族的音楽の融合でした。ドボルザークがアメリカにいたのは1892年から1895年という非常に短い時間でしたが、それでもその間にアメリカ独自の新しい音楽のモデルをドボルザークが提唱したことで、アメリカの個性豊かな音楽が発展するきっかけになったのです。ここまで個性豊かでスター揃いのロマン派音楽についてご紹介してきました。これまで公開してきたクラシック音楽史の動画では、主に器楽曲を中心にお話ししてきました。次回は声楽曲や舞台音楽、その中でも特にオペラの歴史についてお話しします。クラシック音楽というと器楽曲をイメージされる方も多いと思いますが、音楽の発展は声楽曲優位の時代が長く、特にオペラは非常に人気の高い花形音楽でした。オペラ編の動画では、オペラの作曲に秀でた素晴らしい作曲家たちがたくさん登場します。ぜひチャンネル登録をして楽しみにお待ちください。
これまでに出した音楽史の動画はすべて概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひオペラ編に入る前にチェックしてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。